私の名前は小林由紀。今年25歳になる。近々長年の夢である花嫁さんになる予定だ。私の愛する将来の旦那さんは結城悟、お医者さんをしている。私の育った環境は決して豊かではなかった。早くに父を亡くしたため、母親が清掃と弁当屋の仕事を掛け持ちして育ててくれた。私は一日でも早く母の力になりたいと思っていたのだが、短大や専門でもいいから行きなさいと言われ進学を決心した。下宿代はさすがに用意できなかったので、実家から通える看護の専門学校に進んだ。長期休暇中は少しでも学費の足しにしようとリゾートバイトを頑張った。そしてあっという間に2年生になっていた。私は無事に国家試験をパスし、専門学校を優秀な成績で卒業した。そして就職した先で彼と出会ったのだ。ここまでの話を聞いていると、お金目的の結婚かと思うかもしれないが、そんなことはない。だって私一人の働きでも、まあまあもらっているからだ。彼と結婚することを決めた理由は、私らしく素直でいられるからだ。彼はすごく余裕がある。私に余裕がないときは、優しくそばにいてくれるんだ。そんな優しい彼と、私は彼と結婚したい、一緒にいたい、と思うようになっていた。そんな思いが伝わったのか、先日プロポーズを受けたんだ。今度彼の両親に挨拶に行く。どんな人かな、仲良くなれるかな、と毎日考えて過ごしている。さとしさんの実家に挨拶をしに行く日、私はドキドキしながら、さとしさんの実家の前にいた。大丈夫だよ、ゆきちゃん。みんな優しいから。うん、ありがとう。リビングに入ると、ご両親とおばあさまがいた。なんでばあちゃんまでいるの？あんたのことが心配で来てしまったのよ。いいじゃない、家族になるんだし。まあ、わかったよ。あ、はじめまして、小林由紀と申します。私が挨拶を終え、顔を上げると、おばあさまがすごい様子の顔をしていた。何かお気に障ることはありましたか？お前は、あの清掃員の娘か？どうしたんだよ、ばあちゃん。さとちゃん、この女はやめておきなさい。あの時の清掃員の女によく似ている。その方と何があったんですか？そうだよ。あれは私の同窓会の日だった。目の前から来た清掃員が私にぶつかってきたんだ。着物を見ると血がついていたんだ。頭に来て謝りに来た女を殴ろうとしたら、仲介が入ってしまって、お前の顔はあの日、私を睨みつけた女とよく似ている。腹が立ってくる。確かに私の母親は、有名なホテルで清掃の仕事をしていた。いつだったか、ひどく憔悴しきった様子で帰ってきたことがある。まさか、と思ったが、もしかしたら人違いかもしれない。そう思い、名前を聞こうとした。その瞬間だった。鋭い痛みが脇腹に走った。痛い。私は立っていられなくなり、うずくまった。薄れゆく意識の中で、パトカーと救急車の音が頭に響いた。目が覚めると病院だった。ゆき、ゆき！私は痛みで声を出せなかった。痛いよな。ごめんな。病室のドアが勢いよく開き、さとしさんの両親が飛び込んできた。ゆきさん！大丈夫かい？あんな姿の義母を見たのは初めてだったから、驚いてしまってとっさに動けなくなってしまったんだ。すまなかった。義母は警察で事情聴取を受けているから安心してくれ。私はうなずくことしかできなかった。傷は意外に浅かったようで、2週間で退院できた。退院後すぐに家族会議が開かれた。もちろん、私の母も同席。今回、
娘がそちらのおばあ様に刺された件で伺いました。なぜ刺されたのでしょうか。母は一通りの話を聞き終えるとため息をついた。実は娘から事前に話を聞いておりました。それで事前にその名前のお客様を探してもらいましたが、ここ数年分の記録にはありませんでした。じゃあお母さんは何かと勘違いして娘さんを刺したんでしょうか。そうなりますね。ですが、一件だけ気になる記録がありました。もう30年も前になりますが、その話を聞いてみんなが息を飲んだ。まさか私のおばあちゃんと因縁があったなんて。私も母がそこで働いていたことは知っていたけど、まさか揉め事に巻き込まれていたなんて知らなかったわ。職場の話をあまりしない人だったから。お互いに非があったとは思いますが、よく聞きもせず、娘を刺したことは許せません。二人に愛がなかったら、即断で別れさせ縁を切りたいくらいです。それでなのですが、息子がユキさんとの結婚を前向きに考えていることを我々も組んで義母と距離を置こうと思っております。現段階で精神的疾患の疑いもありますので、病院に送られるかと思います。その後は老人施設に入れて様子を見ようと妻と考えております。そうですか。おばあ様には接近禁止命令が出ているでしょうし、しばらくは安心していいんですよね。はい、大丈夫と思います。私は少々の不安を覚えたが、これだけ具体的に距離を置くことを提案してくれるサトシさんのご両親を信じようと思った。しかし、残念なことに、私の傷の治りが予定よりも良くないこともあって、結婚は延期となった。事件があった日から3ヶ月後、私は警察からの話で事件後、サトシさんとも会えなくなってしまった。そんな悲しい気持ちでいたある日、サトシさんの実家から手紙が届いた。ユキさん、お久しぶりです。サトシの母です。実はあなたに2点ほどお話したいことがあり、手紙を書きました。一つ目は、もう知っているかと思いますが、サトシは業務停止処分になりました。理由は、人の命に関わる人間の身内が殺人未遂を起こしたからです。サトシも納得し、受け入れました。あと数ヶ月で解除になりますが、かなり憔悴しきっています。よければ会いに来て、話をしてあげてください。そしてもう一点は母についてです。あの事件後、興奮が冷めた母は、人様の娘を傷つけたと、ひどく落ち込みました。私たちがあなたの勘違いで全く違う人を傷つけたと言うと倒れてしまいました。しばらく寝込んだ後、天国へと旅立っていきました。お医者様の話では、過度のストレスが脳内の血管に負担がかかり、破裂してしまったと言われました。なんともかわいそうな最後ではありましたが、きっと天罰が下ったのでしょう。こんな内情です。結婚をするか否かは、二人で話し合って決めてください。私たちはどちらでも賛同します。まさか、そんなことになっていたなんて。私はすぐに、サトシさんの実家に電話をした。今日は一日中いるから大丈夫だよ、との返事が来た。私は手土産を持って向かった。ピンポン。ドアのチャイムを鳴らすと、サトシさんのお母さんが出てきた。本当に来てくれるなんて。あんなことはありましたけど、お二人とサトシさんは何も悪くありませんから。ありがとう。さあ、入って。リビングに入ると、すっかり痩せてしまったサトシさんがいた。サトシさん。ユキちゃん、こんな姿を見せてしまって申し訳ないです。すべての元凶の祖母が亡くなったのは良かったんだけど、祖母が犯した罪は消えないからね。さあ、やっと部屋から出てこれたんだし、
息抜きに近くの公園でも行ってきなさいよ。そうですね。あ、これ、お菓子なんていいのに。じゃあ、これ持ってちょっと行ってきなさい。サトシさんのお母さんは、私たちにクッキーと水筒を持たせると、公園に送り出してくれた。久々に外に出たけど、外の空気もいいな。そうでしょ？ちょっとでも窓開けて、新鮮な空気を吸わなきゃダメだよ。そうだったね。連絡は取ってたけど、会えない寂しさと、家族がやったことの後悔と、医者の仕事ができないこと、多くのことが重なって、ちょっとおかしくなっていたかもしれない。私の傷、浅かったんだし気にしないでよ。気になるよ。女の子の大事な体に傷をつけてしまったんだから。そうだけどさ、それでも変わらず愛してくれるでしょ？それは絶対にね。それなら別にこの傷も気にならないわ。ありがとう。だけど、本当に申し訳なかった。サトシさんは涙声だった。私はただ、さすることしかできなかった。私も一時期は、結婚をしない方で心が固まっていた。しかし、どうしてもサトシさんのことが忘れられなかった。今日のサトシさんを見て、最終的な決断をしようと思ったんだ。私はやっぱり、サトシさんからは離れられないと思った。それは、この状況に同情したのではなく、本当に好きだと分かったからだ。私はずっとそばにいるよ。事件から1年後、私たちはやっと結婚式を挙げられた。身内だけを集めた本当に小さい式だったけれど、温かい雰囲気のまま終えることができた。小さい式にしようと言ったのはサトシさんだ。私も大きくする必要はないと思ったので賛成だった。規模を小さくしたおかげで、希望通りの衣装も選べた。それに二人が一番こだわった食事に関しても、十分すぎるくらいのクオリティで振る舞うことができた。参列した家族からは、最高にいい式だったね、と言ってもらえて嬉しかった。私は結婚を機に、職場を離れるつもりだったが、サトシの勧めでしばらく続けることにした。あの時怪我した傷は時折痛む。それにむずがゆくなる時があるんだ。そんな日は大抵良くないことが起こる。この傷のおかげで何度も危ない局面を回避してきた。例えば、私が急患の患者を担当した時、患者は急性アルコール中毒で運ばれてきた。あの日も傷がかゆかった。私は何かあると思った。ちょうどその時、ノロウイルスが蔓延していた。私は周りの同僚に、もしかしたら急患の患者さんもノロかもしれないから、万全の状態で迎えた方がいいのでは、と言った。数人の看護師は賛同してくれたが、中には、そんなことないって大丈夫ですから、と何も感染症対策をしなかった。後日、患者がノロウイルスだということが分かった。何も対策をしなかったスタッフは次々と倒れていった。私の話を聞いて行動をした同僚は、本当に助かったよ。冷静な対応をありがとう。と言ってきた。その後は、私の話を聞いた方が安全だという話が広まり、私が何か言った日は、みんなが真剣に対策を考えてくれるようになった。おかげで、以前よりも仕事が楽しくできるようになった。この嫌な記憶を呼び回す傷で救われるなんて、なんだか喜べないわ。まあ、もしかしたら、ばあちゃんからの謝罪なのか、償いなのかわからないけど、そのおかげで無事に毎日過ごせてるなら、ね。そうね。あ、別に肯定はしてないからな、ばあちゃんがやったこと。うん、わかってるって。私の旦那さんは優しいね。それはね、何度も告白しては振られてを繰り返した相手ですからね。そうだったわね。振られた理由が年上だからってね。だって、お医者さんに告白された時点でも恐縮したのに、これまで接してこなかった年上の男性なんてね、未知の生き物すぎて。未知の生き物って。でも、
あなたから醸し出される安定感と余裕のある姿に惹かれたのよね。まあ、たまに立場逆転するけどね。そうね。こうやって二人が落ち着いて話し合える日が来るとは思っていなかった。おばあさまに刺された日は死を覚悟したけど、こうやって元気になれてよかった。いろいろなことが目まぐるしく過ぎていき、それも試練だったのかもと思えば納得ができる。だって今、こんなに幸せなのだから。